家族との再会。ガリラヤの山々や谷間は日没の美しい輝きの中で金色と朱色の花輪飾りに覆われているように見えた。その輝きの光景の中にイエスの姿が映っていた。村の入り口あたりで水差しを運んでいる女が歩いているのが目に映った。イエスは昔から老人と女性には優しかったので、彼女のそばに駆け寄り、水差しを持ってあげましょうと申し出た。その女は顔を上げ、旅人に微笑みかけた。すると突然、彼女の微笑は泣き顔に急変した。イエスが腕でしっかりと抱きしめながら言った。お母さん、お母さん私ですよ。家に帰ってきたんですよ。明くる朝、二人は野原へ行って、木の下に腰を下ろした。二人とも溢れるような喜びの気持ちを極力抑えながら話し出した。それでもマリアの声は鳥のように弾んでいた。その声がイエスの心に染み渡るのであった。それは喜びの極致であった。ねえ、イエス。お前の声はすぐわかったわ。でもお前の顔はすっかり大人になっているので、本当にわからなかったわね。ナザレを出て行った頃とはまるで違うんだもの。マリアの言った通り、イエスの顔は樫の木よりも浅黒く、砂漠の焼けつく陽光によって真っ黒に日焼けしていた。あまり上背はなかったが、堂々たる男に成人し、目の輝きには威厳があった。マリアはこのような息子を産んだことに、しみじみと誇りを感じた。二人は日が没し、月が上がってきた頃には、全く一つに結ばれていた。後になってこの時の思い出を弟子のヨハネに次のように語ったという。あの時が私の生涯にとって最も嬉しい時であった。心が全く一つに溶け合っていたので、何一つこの世の煩いが二人の間に侵入してくることがなかった。月が丘の上高く、こうこうと姿を現す頃になって、マリアはしばらく黙りこくっていた。満たされた思いに満足していた。それから彼女は今までのことについて語り始めた。ヨセフの病気のこと、医者からも見放されてしまったことなどを話した。さらにトマスとセツの兄弟喧嘩、サラが妹いじめをすることなどを付け加えた。イエスは母に何とか家中の者みんな円満に暮らしていけるように努力することを約束した。母は言った。だけどトマスのことが心配なの。きっとお前を歓迎しないと思うわよ。なんと言っても頑固なんだから。お前がナザレにいた頃のことを思うと本当に自信がないわ。イエスは言った。すべては時が解決してくれますよ。そんなにくよくよすることはありません。トマスには特に用心してかかりますからね。私はね、お母さん、平和をもたらすために帰ってきたんですよ。でもまだ私の本当の使命を果たす時は来ておりませんけどね。マリアはこの言葉を聞いて安心した。案の定、イエスが家に帰ってからサラの心を捉え、とても良い印象をみんなに与えたので、サラの心は静まり、トマスもイエスを快く迎え入れた。イエスがナザレの家に帰ってきてから、家中の者が喜びに包まれ、ぎくしゃくする者は一人もいなかった。セツとトマスでさえ仲良く話し合っていた。イエスはまた、一銭のお金も受け取らないで、トマスの大工仕事を手伝った。トマスも長男が心から協力してくれることを喜び、とても鼻が高かった。イエスはすべてのことにおいて控えめに振る舞った。ただ母マリアにだけは親愛の情を傾けていた。家の中では自分が長男ぶることを一切避け、家の主人はトマスであるという態度を取り続けた。そんなわけで兄弟たちは次第に自分の悩みをイエスに打ち明けて相談するようになり、イエスも根気よく話を聞いてやった。ただ聞くだけであった。セツはイエスのもとにやってきて相談を持ちかけた。お兄さんが帰ってきたので、母さんがとても喜んでいますから、僕の結婚も許してもらえると思うんですが、イエスは今までのいきさつをすべて聞いてからセツに言った。お前はトマスにあと2年間働くと約束したそうだが、どんな事情があるにせよ、
それを破るのは良くないのではないか。だけど母さんは許してくださいました。この家を切り回しているのはトマスだ。いくら母さんが許してくれたとしても、トマスの許しがなければダメなのではないか。セツは苦しみながらわめいた。約束だのなんだの、もう僕には通用しないんだ。ルツと一緒の時だけが僕の慰めと生きがいなんだよ。もう2年も待てないよ。イエスは順々と話して聞かせ、最後に言った。セツよ、本当の愛は肉欲を捨ててしまうことなんだよ。お前は恋する人のそばに朝な夕な生きたいと思っているだろうが、本当に彼女を愛しているならば、お前が一人前になって正式に求婚する時が来るまで待つことなんだ。セツは顔をしかめながら熊のように歩き回った。セツは叫んだ。もう聞きたくない。兄さんだって俺のことを止められやしない。もう待てないんだよ。俺だって一家を構えて妻を食わしてやれることぐらいできるんだ。